素振りだけ。素振りだけ。あおいうわ、下手くそにしてんぞ。普通のノーマル下だからつつきしてもらっていい？素振りだけ。素振りだけ。おい皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。下回転の振りして下回転が出てるっていうのは皆さん大原則ですよね。下回転サーブから下回転出す。ですけどトップ選手は下回転サーブの振りで上回転を出したり横回転を出したり下回転を出したりナックルを出したりっていう感じで4パターンのサーブを下回転の振りから出してるってことが分かりました。これすごいです。もう最後まであれ下回転どうやっても出してんのにつっつくとめっちゃ上みたいな。さっき私が試合の動画でたくさん出してたのあれちょっとトップ選手の真似して出したら面白いようにみんなに聞いてくれたっていうので WR のスタッフみんなに聞いてくれたっていうのでこれはかなり価値の高い下回転サーブなのかなと思います。素振りだけ。素振りだけ。そういう概念が今まで皆さんないですからね。下回転の振りをすれば下回転系のサーブでしょっていうそこで上回転はまず入らないでしょっていう固定概念がやっぱありますので、そういった中でやると非常に効くのかなと思います。まずステージの1つ目はですね、まず面を開けた状態もう完全に下回転サーブを出しますよって面を作ってください。もうトップ選手もですね結構皆さんこう下回転サーブの面とかこうやってうまく普通に下回転だよっていう面を作ってますね。こうやって面構える時に一応面をこう開けた状態にしとく。まあ自分の開け方ですね。自分の開け方で下回転を出した面の開け方をしとく。これが大事になります。2つ目、ここから下回転サーブの振り方なのに上回転が出せる横回転が出せるやり方なんですけど、2つ目はスイング方向が大事になりまして、ですね、実はラケットを自分のお腹の向こうの右の一番遠いところから私の切るときに斜めにここの左のお腹の左下ここに斜めにスイングをするってことが超大事になります。皆さん下回転サーブの固定概念って今まで水平にこう平行に引いてかけるとか上からかける下からすくまだなどありますけども全部ですね皆さん気づいたと思うんですけど平行に振ってるんですよね。一直線なテイクバックの取り方が皆さんの下回転サーブのイメージだったと思います。下回転サーブのイメージ一直線に引く一直線に引く一直線に引くいろんなスイング下回転の方法ありますけど全部一直線引くっていうことをやってたんですけどトップ選手がやってるこの上回転を入れる下回転とかは分からないようにさせるためには実はこういうスイングなんです。下回転の振りでこう斜めなんですよ。右上から右奥から左手前こう皆さん今素振りしてください。右奥から左手前右奥から左こういう斜めに言ってください。斜めこれがもう分かんなくしますね。で憎いのが先ほどのこの下回転の3と面を開けたままっていうことを皆さんやってみてください。これ手順2つ目斜めスイングとあとラケット面をちゃんと下回転の面を開けた状態で斜めにやってください。こうすると下回転の面なのに
違う回転が出せるというからくりになります。でその中に下回転もちゃんと入るのでわからないということですね。なのでこうやって下回転の面が出てるのにこれで上回転が出る、下回転の面が出てるのにこれで上回転が出る、斜めに振ってウイングで、なのでちょっとこうやって、なので今のトップ選手って皆さん見てください。下回転サーブこうやって引いてないです。真後ろに慎重に、これだと下系しか、下がなくしか基本出ないんですけど、ベースはちょっと遠めのここから斜めにこう斜めにやると、そうすると下だったり横だったりジャイロだったりアップだったりナックルだったりっていうのが下回転の、しかも憎いのが下回転のサーブの面のままでアップ回転が出せたりっていう感じになる。相手が下回転だなって思ったらピョーンって上がるっていう状態になります。筒のノーマル下だからつつきしてもらっていい？素振りだけ。素振りだけ。してるぞ。はい、手順を見せて、こういうスイング、通常の下回転をちょっとこう横にずらしたようなスイングの仕方で、この状態で上回転を出す方法は、ひっそりラケットの先端、ここです。ここで下回転をこうかけるように、ちょっと叩くように下回転をここで先端でパツッとかけてください。先端で、ここです。先端じゃないといけません。上回転を、下回転の振りでアップを出すには必ず先端でやってください。右奥から左手前っていう感じですね。これでラケット面はですね、ちょっといつもの下回転と違う振り方してますよね。ちょっとだけ少しこうちょっと巻いた状態になる。正確に言うと逆横上ですね。アップって言いましたけど、真上っていうよりかは逆横上になるから、下回転の振り面が空いてる状態で逆横上だからつつくとピョンと上がるっていう感じなので、こう斜めにスイングするとちょっと皆さん通常の下回転斜めにスイングするとちょっと通常の下回転よりもちょっとなんか違う感じがありますよね。なんかこれで上なんですよね。下回転の面出してるけど上回転、下回転の面出してるけど上回転。通常の皆さんの水平に引くだけだったらこれで上出すとこうしかないです。方法はかこうやってやっちゃうからですね。もうバレバレ思いっきり巻くか。斜めに振ると、それで斜めに振ってる時に先端に当てちゃうと、先端の方に当てちゃうとこれで逆横上になります。なので今面は下回転の面が出てるんですけど、つっついたら浮くと思います。なのでこれ上なんですよね。今下回転っぽく見えますよね。下回転っぽく見える、下回転っぽく見えるんですけど上です。全部逆横上です。逆横上です。面を作っといて上回転を出す、逆横上回転、今の出しました。通常の下回転の面出して逆横上っていう感じですね。実はですね、このからくりが斜めに振ることで相手の横回転を入れる瞬間をボケさせることができるというからくりですね。直線で振るとこうやって綺麗に直線で下回転サーブで本来振ってると、これだと横回転混ぜるときってバレるんですよね。こうやって横回転バレます。綺麗にいつも水平に引いてやるから横回転が出すときは横に捉えようとするからバレバレなんで、相手に横回転とか上回転とかバレちゃうんですけど、斜めに振って下回転を常に出しているトップ選手は斜めに振ってるからこれで横回転入っちゃうんですよね。斜めに振ってると斜めに振っちゃうと横回転入っちゃうんですよね。こうやって横回転入っちゃうんです。斜めに振って下回転、振りは下回転のフォームなんですけど斜めに振っちゃうとこうやって曲がっちゃうんですよね。なので振りは下回転の面を出してるのに回転は横回転、横下回転っていう感じで曲がりながら、振りはなのでこうやって斜めに曲がるという感じなんですよね。なのでこのからくりを使うとギャップで効きますよね。下回転のフォームを出し、下回転の振り方で横回転が入ってるから相手がミスしやすくなりますよね。でトップ選手はこうやってやって順下回転というよりかちょっと横が入ってたりアップが入ってたりっていう感じになってますね。
でさっき言ったなんでアップが入るかっていうと、さっき言った斜めのスイングをうまく使うとですね、斜めでこれで斜めを使うことで横回転を入れてもバレない状況になります。斜めだとバレないんですよね。この斜めのスイングの中にひっそりとここの先端に当てるようにすると、ちょっとだけ厳密に言うと少しこうちょっと巻いてちょっとボールの右側の方をチョップしてるような回転にこうなります。なのでゆっくりやるとこういう状態、逆横上回転が入っている状態になるんですけど、はい、でもあからさまにこれだけでやるとバレますよね。思いっきり極端にやるとこうやってやるともう思いっきり逆横上っていうのがバレます。巻き込みじゃないかっていう感じになっちゃいますね。じゃあ逆横上っていうのですけど、斜めにいつもからですね、普段から下回転で斜めに切ることによってこれでバグります。相手が斜めにスイングしていることに対して、その中に途中で横回転をその斜めにスイングしているのを利用したまま横回転をそれでその斜めスイングのまま先端でやってる。こうすると今みたいに分かんないんですよね。今結局逆横上回転出したんですけど結局斜めに切ってるからボケちゃって斜めに下回転のフォームに見えると思うんですよね。斜めに切ってるから横が入ってるんだけど、ただ振りは完全に下回転のすくい方を斜めでやられちゃってるので、相手は下回転かなと。でもこれ斜めにすくってると斜めに振ってるから横がそのままひっそりこうアップを逆横上ピッと出しても相手に下回転かなと思ってピッポーンみたいな感じを作るというからくりなんですよね。今度手順の4つ目はですね、ほら打球後にその斜めに下回転をこうクッて切るときにこの時にそのまま打球面をそのまま開けたままにすると完全に下回転の雰囲気を通せます。サーブ出した時にこうやってやるってことですね。面をちゃんと天井に向けた状態のままで出していく。これがこうやってやっちゃったりとかこうやって起こしちゃったりすると回転変わったなとかアップだなとかバレちゃうんですけど、斜めにひっそり斜めスイングでひっそりとその中に横回転を混ぜちゃう相手に気づかれない方法なんですけど、この時にアップ系の横回転を下回転サーブのフォームで上回転出して先端で上回転出した時に面をそのまま下回転の面で残す。そうすると見てください、斜めに切ってるんですけどでアップになってるんですけど完全に下回転サーブの振り方になります。これじゃ分かんないですね。相手はじゃあ下回転かなピョンピョンみたいになります。はい、今度いよいよですね、最後にこの振り方、斜めに切る下回転サーブのやり方なんですけど、これを4パターンの回転の使い分け方をやります。で、この斜めにスイングする時の通常は先ほど言ったこの、先端で斜めに下回転をかけてる時に先端でひっそり混ぜてこう打球するとアップ系逆横上っていう超アップ系になるサーブが誕生して、で2つ目ラケットのこの中心のこう左から一直線にこう通常であれば本来であれば普通の下回転のブチ切れサーブをやるときここからここって感じなんですけど、これを斜めに斜めスイングのままでそうやると何になるかっていうと、なので皆さんぜひ下回転サーブやるときにこういう斜めの切り方で覚えちゃってください。そうすると
これ見てください。これ今横下なんですよ。ここで真ん中で切ってるのに横下。だから相手が騙されるってことですね。こう真ん中からこうやって切ったら通常は真下じゃんって思うんですけど、この斜めにこう引っ張ってくる切り方をすると横下回転になるということですね。なので相手がこれでギャップでミスします。だから私も何回もミスしました。横入ってるしみたいな、下回転の振り方で横入ってるし、落ちるわ、横引くわ、コース限定させられるわっていう感じでレシーブが精度が落ちました。であとは3つ目は、この同じフォームで左下からグリップの左下から右上に斜めにこう一直線に切るような雰囲気でやると、こうするとめっちゃ切れた真下になります。こう斜め引っ張ってくる、思いっきり引っ張ってくるスイングで切っといて、で斜めに切れば、こうやって切ると斜めに切るとこういうぶっちの真下のブチ切れになります。だから面的にはこういう面で切れるってことですね。でこういう感じですね。なんか横回転サーブ出してそうな雰囲気が出てますよね。でもめっちゃ下っていう感じで相手にギャップできます。あ、横から斜めに来てる、横から当てる、真下、うわみたいな感じになります。皆さんただの普通の下回転1個だけ作るなら、ちょっと今の振りだとちょっと変わった振りだからそれでも効くっていうのもあるんですけど、これ下回転単体で1個でこれの振りだけでやるんじゃなくて、今の下回転の出し方でトップ選手はこれで上回転を出したり、横下回転出したり、ジャイロ出したりで、ナックルのただ当てるだけのナックル出したりっていう感じで、こうやって斜めにすると回転が読めないっていうのがお分かりいただけたのかなと思います。前に向かってこうやって振ると回転が見えます。どうぞ、打球が見えます。でも斜めに引っ張ると打球が見えづらくなります。引っ張るので斜めにこういうスイングはやっぱ見えづらいですよね。こうだと綺麗。皆さん今までの下回転は綺麗にクリアに見えます。ですけどトップ選手の下回転はなんで浮いたりとか落ちたりずっと見えない。シンプルなのに。なんでっていうのは、斜めにこうやって引っ張ってくるから、これだと当たってる位置がちょっと分かりづらくないですか？素振りだけ。素振りだけ。このサーブでこのスイングフォーメーションで4タイプ混ぜるともうこれそのままトップ選手がやってる下回転サーブそのものになっちゃいますね。斜めに引っ張ってくるとめちゃくちゃいいサーブになる、下回転サーブがとんでもないサーブになるっていうことがお分かりいただけたのかなと思います。実はトップ選手ってこういう次元の下回転サーブを出してるんです。ただなんとなくこうやってないってことなんですよね。同じ中に上回転入ってる下回転入ってる、横回転入ってる、ジャイロ入ってる、ナックル入ってる、全部同じ振りに見えるんですけどみたいな。でインパクト見えないんですけど斜めに振ってるからインパクト全然通常の下回転のクリアな見え方と全然違うからほとんど見えないんですけどみたいな。うちのスタッフにこそっとひっそりと試合で使ったらめっちゃ効いたというふうな、いつもの普段の私の縦回転の下回転、慣れられてる下回転の中に今のこの新しい切り方の下回転とか混ぜたらめっちゃ効いて面白いに、うちのスタッフ同士でみんな聞いてくれたのでよしって感じになりました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。